使ったことない人が使った、これいいね買おうってなってくれたらね、あれが欲しいです。プラグインサーバー、それこそその X16D、とんでもないものを寄付して、ね、ピエゾっぽい音あるじゃないですか。IR で自分のアコギで好きなマイクで三味線でいけるやりたくて、それちょっと待っててください。けど何年か前にそれの PA バージョンを見出して、私はエンジニアにやっとなれたんだな。引き続き KC さんに自宅スタジオの機材とかを聞いていけたらなと思って。いや面白いな、全然違うな。あとなんだっけな、あとそう Q システムはパワープレイ持ってて、僕この間ね売っちゃいましたけど、あとミキサー持ってるのもアランヒースのダンテの64カード持ってるんですね。そうです。これあと SQ5 っていうちっちゃいキータクなんですけど、ありますよね。そっか、こういうのも持ってないとやっぱそっか、仕事的に何か簡易 P があった時にとかですね。あとダンテカード付きなのはもともとライブデック行く時にダンテのマイク振りが欲しくって、レッドネットのやつが検討してたんですけど、結果 PA タクの方が楽って早いですよねっていうのがあって、丈夫。それはもう PA にも使えるしってことで、今これ導入して使ってるって感じですね。これ何ちゃん結構入りますね。24ぐらい入りそうですね、マイクイン。これは本体だけだと16イン12アウトで、ステージボックスも16インが2個あるんで。あ、そうか、ステージボックス足せますもんね。あ、そうか、それが今書いてある。そうです。ミキサーの機能的には48インいけるって感じです。そうなんです。結局ヤマハのなんかステージボックス使ったりしますね。RIO で結果 RIO はもう最高ですよ。あとずっとちょっと気になってたのが、藤枝のスタジオ作ってる機材どうしようみたいな時に、オズデザイン仲いいって言ってましたね。オズデザインの500シリーズの HA もね候補にあって、そうですね。あれ結局そうです。まだお話できてないんですけど、なんかサンボマスターさんの企画って結構なんていうかアーティスト主導の方がこうなんかいいのかなっていうのがあって、ちょっと遠慮してみたいな部分あるんですけど。いいじゃないですか。だって日本のメーカーだし、ちょっと当たって砕けてきてください。そうなんか日本のメーカーやっぱりゴッツさんとかとね、もうみんなで話して、やっぱなるべくスタンドは玉にしたり、普通 K&M ですけど、日本のメーカーとかテクニカのマイクとかも入れてたり、ヘッドホンがホステックスだったりっていうので、なるべく日本のメーカーも積極的に使っていきたいっていうのがあって、そういう趣旨もあったんで、いいですね。マイクプリは僕ラックのやつですけど、それをずっと使わせてもらっていて、もう非常にね、そういうのあるとなんかこう使ったことない人が使ってこれいいね買おうってなってくれたらね、いいですね。僕らがまんまと DM6 を買わされたみたい、買っちゃったみたいね、そうこれは欲しいなみたいなのありますね。そういう場所になってくれてもね、やっぱいいなと思いますよね。でメインはプロツールス僕はHDX にはしてなくて、カーボンでもカーボンで十分ですよね。家で撮るときはもう本当に1回戦2回戦とかなんで、そう僕もそういうプリプロスタジオとか、例えば声優さんとかのアニメ系とかゲーム系のスタジオの簡易撮りのところは全部カーボン進めてますね。HDX を買ってマトリックススタジオ買うともうすごい値段になるじゃないですか。ランニングコストもね結構かかりますね。どんなに頑張っても2ちゃんなんで使うの。だから本当3畳ぐらいのブースしかない時はもうカーボンにしていいですよ。これなんかドラム撮る時にカーボンプリとかあるんですか？そうです。追加したい時。でこれで96でも24ちゃん取れるんで、これ追加したことによって16だとやっぱちょっと足りないですよね。そうですね。もしね何かあった時に。カーボンとカーボンプリのAVB じゃないですか。そうです。そこの相性は全然問題なく。今のところは問題ないですね。でそれで ADAT1 回戦 ADAT マイクを追加して使ってるって感じですね。ということはそれで24。それで24いけますね。96で24いけます。いいですね。そういうのもね最初すごいいいですね。それでねリハスタ行って 2U でプラス3U で全部マイクプリ揃うってすごいです。僕がドラム撮ってる時もUFX、外で撮る時もライブレックもUFX に、マイダスの、48を2台、ちょっと名前忘れたけどもうこの間売っちゃいましたけど482台にあとマッキーの 800R をアナログ出しして、UFX のラインに入れて、UFX が4つマイクプレイヤーのこれ12、さらに16足して、30でライブレックしてましたずっと。
僕も全く同じはい、まあ、多分通るとこデュレックあるからそこでバックアップ取れるんで、でまあで AES 用に一応マインドプリントとか持ってて、1U にして、それ32フルに使って、でいつも撮ってて、でそれでまあ UFX プラスが出たから、まあオプティカルコアキシャル入れるようになったんで、まあ当時サンクラのタクがオプティカルで、デジコがね、コアキシャルでで撮ってました。全く同じ。僕初代から、まあ、今プラスに買い替えて。そうですよね、はい、で僕はもうちょっとプラスも売っちゃったんですけども、今マトリックススタジオとか、まあいろいろ変換器いっぱいあるんで、そういうののために多分あれですよね、 D64R もフォーカスライトのレッドもあって、まあ SRC できるようにとか96できても48に落とせるようにみたいにしてるってことですね。はあ、面白いですね。だからマジフェイスもあるし、レッドネット TMX も買ったんですね。買いました。はい、買いました。欲しいんだよな。96対応をちょっと進めていてって感じですね。96256線取りましたよ。取りました。すっげえ。動くんかなって物理的にはいけるけど、SSD 大丈夫なんかなみたいなありましたけど、いけましたよ。いけました。はい。すごいな。3台回してました、怖くて。頑張ってくれましたね。しかも PA のクロックに紐づくっていう。向こうがあれだったんですよ。ヤマハの DM7 リバージュで 96K で強制的に来て落とせなくて、96で取りたい希望だったんですよ。そうなんで48に落としちゃダメっていう希望も多いですもんね、96のね。まあプロトゥーススタジオを使ってて、スタジオ1も使ってますね。そうですね、スタジオ1はライブレック用って感じですね。はい。で Mac はこれ何がメイン機なんですか？ Mac mini？ 今 MacBook ですね。プロ M1 プロ M1 プロですね。じゃあそうそう買い替えの時期。そうなんです。今もまさにこちらも M1 で頑張ってる吉谷も限界ですって言ってますけどね。スペクトラレイヤーズの処理をめっちゃ遅いから、それをちょっとでも早くしたくてって感じですね。なんか M5 プロなのか M4 プロなのかみたいなとこですね。でもやばい、もうあれガン上がりまだしてないですよね。メモリーと SSD がやばいから、そろそろなんか大幅値上げくんじゃないかって言われてるから、僕は M3 で止まってますね。ここは M2 ウルトラで、向こうも M2 ウルトラ、Mac Pro と Mac Studio なんですけど、ライブレック用に M3 プロを持って、Max は買ってなくて、やっぱりシリコンの方が熱出ないんで、ライブレックで強いから14インチと M3 の MacBook Air がまあスパット用にあって、あとたまに数足りないとインテルの16インチが出動するんですけど、まあ熱い熱い。野外は無理。怖いですよね。野外は本当に怖い。そうなんです。ね、熱との戦いがライブレックにあって、そうですね。まあそういうのが面白いな。人の機材見るの楽しいですね。リスト作んなきゃなとか思いながらも永遠にやらないな。逆になんか、いやもう僕 KC さんのことの機材大々聞けて、今欲しいものなんですか？ですね、欲しいなんだろうな。さっきのステレオリボンはもうずっと欲しくて。アクティブ？パッシブ？アクティブですかね。アクティブ。じゃあ2ラジが今売りに出してるね。音ちっちゃいもの撮るときも結構多いんで。でももうデジタル機器はいいですか？でもライブレック機器とか。でもあれが欲しいです。ライブで使う、プラグインサーバーはちょっと。それこそその X16D が藤枝にフックアップさんとか本国も掛け合ってくださってユニバーサルオーディオから寄贈していただいて、本当にとんでもないものを寄付してね、びっくりした本当に。でもまあそれを入れた、やってみたかった、ずっと自分の頭の中にあったのがレコーディングスタジオに行くと480レキシコンの480とか EMT、見えないけどね、こんなでっかいプレートリバーブとか、あと RMX とか、H3000 レベル5とか、いろんなスタンダードリバーブが置いてあるんですね。でそれを僕らは当たり前のように使うことに慣れてて、それ使えないとやっぱちょっとパッと音作れなかったりするんですね。でもちろん今だったらプラグインで、呼べばいいですけど、どうしてもタクでパラに出してたりとかする時にリバーブあるとスタンダードリバーブ使えた方がいいとされてたんですね。これがやっぱ藤枝で、じゃあ480、ね、中古でも多分80万ぐらいに今でもすると、昔300万だっていう、EMT 置けない、こんな鉄板置いたら防音室も作るんだけどアビテックス買わなきゃいけなくなります。そう間違いないです。EMT っていうのは本当こういう鉄板プレートが2人で運ぶような鉄板プレートがレコーディングスタジオにそれ用の部屋を作って遮音した、で
それで何台も並んでる部屋があるんですよ。でメンテナンスも真空管バージョンとか、昔のトランスバージョンとかいろいろ FET バージョンとかあるんですけど、それを藤屋でやったりしたら、大変なことになるし、そう本末転倒になるんで、あと RMX もねメンテナンス大変だからできないんで、それをダンテでできないかなって思ってて、でその X16D が出た後に、まあ、比較的みんなコンプとか、ワウワウの注意書とかも入ってるんですけど、コンプとかで33609使えますとか、176使えますみたいな感じなんですけど、リバーブだけを使いたいと思って、で、まあ、例えばこのダンテの1に送ったら 480A、B に2に送ったら 480B、で3が RMX、4が EMT っていうのはこれデフォルトなんですよね。まあ、RMX のところが H3000 だったり F5 だったりするスタジオあるんですけど、レコーディングの時に大体それやると家帰ったらそのリバーブ使えないじゃないですか。モニターにかかってるから。そうですね。取って帰れないかと思って、まあ、毎回取るんですけど、やっぱこう例えば楽器を分けたりとか、そうですよね。その分いります、ね、その分いるって、つうか480が4台ぐらいいる無理だな、ちゃんとやろうとするとか終わった後に取って、僕ストリングスの時とか取ってたりするんですけど、まあ、取りの時かも取ってたりするんですよ、もうで演奏してる時にもリバーブ取ってたりするんですけど、でもちょっとなんかいざエディットが出たとかいろいろ大変なことがあって、でその時には480が取って帰れればいいな、EMT とかの音が。でダンテでつないでおいてもレックちゃんに立ち上げとけば演奏してる時から取れば一応一緒にこうテイクと一緒に移動できるんで、これはなんか教育的にもすごくいいぞと思って、224とかもありますしね、あとまあ DMX か、AMS2 部のとか、あとまあでっかい今のスタジオだとオーシャンウェイのリバーブとか、サウンドシティもいけますね。オーシャンウェイデラックスももういけるのかな、DSP で動くのかな、動かないのかな、わかんないです。そういうこう向こうのスタジオのリバーブの鳴り、もっとだから藤屋よりもっとでかいスタジオの鳴りとかもそこで作れるってなると、で取って帰れるってなったらこれは素晴らしいなと思って、こういうのやりたいっていうプランがあるんですって言ったら、面白いですねって。でなんか掛け合ってくださって、お待たせしましたみたいな、いいんですかみたいな、まあその分プラグインはね買わなきゃいけないですけどね、こっちで。それができるように、これはちょっと6月ぐらいにねセッティングしようと思うんですけど、一気にこうあれですよ、なんかまたサウンドメイクしやすくなりますよね、本当に。まあ残響支援用のジェネリックのスピーカーもしっかりですけど、なんかもっとこう藤屋でクリエイティブなことと、その480とか224とかの使い方を覚えていただく、でいつか本物に出会った時、あ、このつまみなんかパソコンでは触ったことあるみたいなのもすごい大事じゃないですか、それはねちょっとでそれやるとね自分も欲しくなって自分も今欲しいんですよ、そうですね、僕も欲しくて、あれあるとライブでも使えるじゃないですか。今までハードウェア持ってってましたもんね、 PA さんもよくね。ハードウェア持ってって、昔ライブバージョンがあったんですね、あれの。それがでも480がないんですよ、224までなんですよ、開発的に止まっちゃって。そうシャドウヒルとかまでいけたかな、マスターで。そうで結局アポロ持ってって DSP モードで ADDA してたけど、そうするとやっぱこう ADDA の質もまたね1個入っちゃうから、アナログで出してってなると、そうダンテでいけるのはすごい良くて、まあ遅延とかのね問題はもちろんいろいろモニターさんとかあるかもしれないですけど、あとはウェーブスラックも含めですけど、すごい僕生配信の時めっちゃ使ってますよ、ウェーブスラックとだからワウワウの車乗る時は UAD 使ってて、タクトに乗る時はウェーブスラック使って、マスターはウェーブスとかちょっと何楽欲しいなって時に、まあいつもシステム T なんで、だからちょっとその色がついたコンプが欲しい時に通してますね。まあ遅延とかちょっと考えなきゃいけないですけど、フェーズしちゃうんで、それはだからそういうのもなんか一個教育的にいいですよね。こういうのライブでも使えるよって。50万ぐらいでしたっけ？60万か。16D は公園で16D なんで16イン16アウトでしか使えないので、これ以上は使えません。それから並列でこうつなぐことはできるんですけど、あくまでもインアウトで16なんで、ステレオで8ですね。APB と似てますね。APB MCDSP の MacDSP のやつですね。
あれも16そうですね。オートでやってくる、あれももう大活躍しててね、僕はね、僕まだちゃんと音を聞いたことない。でももうあれ130万なんですよ。無理ですよね。僕買った時まだ70万円台、80万円台ぐらいだったかな、出た当初、為替の感じもあって。だ出る前から知ってた、海外行ったからめちゃくちゃいいぞって言われて、じゃあ買うって言って帰ってきたんですよ。トニー・マスヤッティにやった時に、これ知ってるからめちゃくちゃいいぞ。知らない。買うわって言って戻ってきて、日本で発表になって、値段見て、買えませんと。あれでも、プロセッサーアナログなんですもんね。そうデジタルプロセッシングアナログみたいな、そうです。中が全部アナログの回路でできてて、そう。だからまあ厳密な話、真空管とか入ってないけど、真空管っぽい音とか、EQ とコンプが基本ですけど、どちらかというとコンプかな。EQ も今はありますけど、今度もうすぐね、マルチバンドコンプが出るし、あとアナログのサチュレーションも使えるから、そのサチュレーションにわざわざ D サブで出さなくていいとかっていうのもあるから、ちょっとじゃあ後で触っててそう、それはすごい。そういうの欲しくなりますね。欲しいですね。確かに。でもステージだ、ウェーブスのステージだから、PA するときは大体 PA 会社が持ってますからね。それはそうかもしれないですね。だからやっぱりダンテですね。はい、そうですね。ユニバーサルオーディオ、じゃあ、値段聞いときます。フックアップさんに。目標金額をまず定めるのが大事なんで。藤枝のはね、持っていけないんで、あれは MPO のなんですよ。個人が勝手にね、持っていっちゃダメな決まりなので、あれは。機材は全て、外には持ち出さないという決まりを我々作ってますので、KC さんが勝手に持っていったりはできません。だからもう家にそのね、SQ5 があるんで、もうマルチで、ゲネとかで、マルチで撮って、それをダンテで流し込んで、もう家でこう、ミックス仕込んで、持っていくみたいなことができるんで、その UAD のラックがあれば、もうそれ込みで、全部作ってって、で、表のチューニングをやって、ドンって出せば、一応なんかそう作られたものが出てくるという計算ですね。計算通りいかないことがほとんど常なんですけど。でもやっぱディストレッサーとか、ハードの良さはもちろんあるし、実際藤枝はそういうハードを触ってほしいと思って作ってますけど、そういうデジタルのいい部分、そのディストレッサー16台なんて無理ですから、360916台なんて無理なんで、そういう76もね、ブルー AE とか、ブルーパネルとか買えないですから、ガリ怖いし、PA だとカサッっていうわけにいけないんで、そこはデジタルの音形とね、うまく組み合わせてね。ガリもないし、台数もいっぱい使える。使えるしね。だからどんどん呪術つなぎにチェーンされていくかもしれない。何台チェーンできたっけな ?4、5台できたんですよ、確か。あれ。何台でも増やせる。あとは、UAD コンソールが何台まで対応してるかだったと思うんですけど、台数忘れちゃったんですけど。ウェブスのスーパーラックみたいなことですよね。そうですね、そうですね。です。多分、それはすごい楽しみだし。ぜひ、藤屋に来た際は、リバーブの勉強をぜひやってみてください。じゃあ、だいぶ盛り上がっちゃったんで、KC さんから逆質問つけようと。一個だけ最近取り組んでることがあって、アコギのライブの時にアコギってLINE で出してなんかピエゾで大体やると思うんですけど、結構ピエゾっぽい音あるじゃないですか。で皆さんそこ結構苦労されてる方も多くって、でそれをちょっといろいろなんかできないかと思ってる時に、四日市大学に勤めていらっしゃる方、もともと PA さんで、准教授に何年か前になって、で、昔から知り合いでよくレコーディングとかもさせてもらってるんですけど、大学で。その人が IR で、アコースティックシミュレーターみたいなやつを、出てる製品もあるんですけど、それをカスタムで、自分のアコギで好きなマイクで作るっていうのをやってて、一緒にやらないかって言われていて、でそれ今試しでいろいろ今やってるロストエイジと徳丸修吾さんですね、の彼らのギターでカスタムで自分のマイクでスタジオでちゃんと撮ったやつの IR を残しといて、それを入れ込んで、そうですで自分のこのラインとマイクを取ってその差分でIR を作るみたいな感じなんですけど、だから市販のそのなんとか DI ってありますよ。プリントボイスプリント DI、それとやってることは基本一緒なんですけど、ボイスプリント DI はiPhone のマイクなので、そっか。そうです。そうだ、マイクがちゃんと。だからトム・フレイクの47とかで撮ったものを IR 化して、自分の撮った環境のやつが再現できるみたいなことを今ライブで
やっていて、ぜひ藤枝に入れましょう。そうですね。なんでかっていうと、この間吉井がレコーディングしてたんですけど、やっぱブース割りがギター3人来たんだよね。で、アコギをブースに入れられなかった。なるほどなるほど。ギターを1曲の中でエレキアコギで撮って、途中でエレキとアコギを曲の途中で入れ替える。すごいです。無理じゃないですか。マイク、そのブース入れるわけで、ブースもアンプ置いちゃったら、さすがにちょっと狭いんで、アンプどけてっていう時間もないっていう時に、LINE でね、しょうがなく撮ったんだよね。LINE で撮っとけば、それをIR のリバーブとかに込むと、で、その後もう一回ちょっと、それ撮るってどこまで撮ればいい？じゃあ一発撮ればいいですか？その IR。その IR 作るときは、ボイスプリントディアとかもそうなんですけど、いろんなポジションで、何パターンか撮って。そうですね。2、3分サンプルがあれば、大体大丈夫と思うんですけど。コードとかアルペジオとか、よく使うものを撮ってって感じですね。それちょっと、そのセミナーやってもいいですね。そうですね。だから今そのアコギは今結構いい結果になっていて、あとウッドベース、ピアノとかのそのライブで困るやつをちょっといろいろやりたくて。一個あるんです、それ。三味線。三味線やりたくて、ちょっとそれちょっと待っててください。三味線の人から相談来てて。そうですか。そう、バンジョーもやって、バンジョーももうちょっとやらないといけないですけど、似てますもんね、そのね、響き。三味線一番大変ですからね。もう、ピッですから。あれもほぼ部屋の響きだから、出てる音ピッなんで、プラスチックになっちゃうから、ピックアップつけると。そんなこのボディの音だけ聞いてもこっちプラスチックだからならないから、そう三味線をなんとかしたいっていうのがあって、三味線プロジェクトやりましょうか。ちょっとそれじゃあ MPO でやってもちょっとそれいいですね。でもいい話聞けた。ちょっと気になる方はご連絡ください。ライブで困ってる PA さん。AC さんのはX で連絡すれば大丈夫ですから。そうですね。悪夢はまだ見ないですけどミックスの悪夢ってそんな見ないですよね。ミックスって別にそんな見ないですけど、見ないですけど、ライブレックと PA と僕の劇版のレコーディング大編成で来てセッティング間に合わないとか見ますけど、僕も結構見るタイプではあって、ギターのサポート仕事とかしてた時は、ライブの曲知らないとか皆さんよく言うじゃないですか。まさにそれはすごい見てたんですけど、何年か前にそれの PA バージョンを見出して、私はエンジニアにやっと慣れたんだなってその時に思いました。変わったんですね。モードがね、シーンが変わる。登場人物が演奏からじゃあ吉どっち見る？吉そういうの見る？なんか見たって言ってたよね。そうです。ディレイが止まらない。羽織が止まらない。それはどっち？エンジニア側で？そうです。エンジニア側で。アーティスト側見ないの？演奏者側見ないの？そうですね。僕それは昔から見ない。じゃあそっちはまだまだ優秀なのか優秀なのか肝が据わってるのか。僕はフジロックでリハが全く終わってないのに本番が始まるっていう夢を見ました。うわーみたいな。それは結構肝冷えました。いやあれなんかね、本当その日の夢見たりするんですよね。わかります。あれなんでしょうね。この間も劇版撮るときに劇版で遅刻する夢見て、俺終わったかも。遅刻する夢すげえ見ます。人生終わったと思って起きたらまだ4時とか5時で怖くて寝れなくなるじゃないですか、その後。もしこれ2度寝して次あれしたらと思って、もう一回目覚ましかけ直すかそのまま起きてるか。本当にいろいろあるんです。伊達に長くやってない。あと決して会社なんですよね。会社作ってんですよね。一応法人化はしてて。いつぐらいに何年目ですか今？6期目かな。じゃあほぼ一緒ぐらい。2000僕も19年に作ったんで、多分そうですね。コロナ直前ぐらい。そうですね。コロナ直前に作って、でお金借りたらコロナになっちゃって、あれみたいな、おかしいぞみたいな、これから頑張るつもりが仕事ないぞみたいな。同じぐらいですね。じゃあなんでPA の人ってでも最近はでもライブレックとエンジニア業の事業をちょっと分けて最近は展開するようにしてて、ライブレックって結構でかいの一回預かるから。そうなんです。だからライブレコーディングの時はその窓口を法人にさせてもらって受けて、で普通のエンジニア業とかは個人で受けてっていうような感じにはしてますね。それ僕ちょっと考えたことあって、僕もスタジオは法人で動かして、エンジニアはで2個に
分けようで確定申告しようかなって思った時はありました。でも結局、まっとうに言って売り上げを上げて借金額を借り入れを増やせる社会的信用を取ろうっていう方に変えちゃったんですけど、そういうやり方もありですよね。よし、そういうのもありなんだよ。だから今回ね MPO を作るっていうのもなんかちょっと勉強になりましたしね。ちょっとねいろいろ調べさせてもらって面白かったし、やっぱりそうですね、株式会社合同会社とはちょっとやっぱ成り立ちもちょっと運営の仕方も違うって感じですね。あと一応ね特別 MPO、その控除になる税金控除になるとこを目指しているので、それの方がね皆さんのためにも多分今寄付してくださってる方にクラファンしてくださる方のためにも節税になるから、そこをやるためにはやっぱこうホワイトに綺麗にやっていきたいなというふうには思ってますけど、じゃあだいぶ盛り上がっちゃったんで、いいんじゃちょうどいい時間じゃないでしょうか。ありがとうございました。じゃあそんな感じで今日はわざわざ本番、今から本番とリハなんで、これ午前中なんでね、そうこれからライブに行ってリハやって本番ですけど、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。